こんにちは、イラストレーターのネグです。今回は写真素材についてお話ししていこうと思います。皆さんは写真素材を使ってイラストを描いたことはありますでしょうか？私はですね、たまに使います。例えばですけれど、このようなイラストに使っております。基本的には背景の一部に使用するといったことが多いです。前回紹介した近日公開の私のイラスト講座でも写真素材を使ったこちらのイラストの制作過程をノーカットで収録しています。制作時間は5時間以内に収めてあります。それでは写真素材を使うことにどのようなメリットがあるのでしょうか？見ていきましょう。一つ目は時間の短縮。二つ目が情報量を上げてくれる。そして三つ目がアイデアになります。まずは時間の短縮についてです。背景を描いているとき、ブロックなど同じパターンを何度も描かなくてはいけないっていう時がありますよね。そういう時に写真素材を使うと時間の短縮が可能です。このようなブロックの写真を用意いたしました。これを使って壁や床を作ってみましょう。まずは素体となる立体物を作ります。その後にパースに合わせて写真を変形してみましょう。大事なのはここからです。どのレイヤーが適しているかいろいろ試してみましょう。オーバーレイヤー、ソフトライト、ハードライト、定山、あとは比較レイヤー。このあたりはとりあえず試してみます。必要に応じて不透明度も調整してみましょう。写真素材を使う際は試行錯誤が大切になってきます。続きまして情報量についてです。こちらのイラストは3箇所に写真素材を使っています。床のブロック、ガラスについた水滴、街の明かり、これらは写真素材を活用したものです。比較的簡単な背景なんですけれども、写真が画面内のディティールを作ってくれています。先ほど同様、ある程度自分で描いてから写真素材を使ってます。このような街の明かりやエフェクトなどを作る際は、覆い焼きレイヤーやスクリーンレイヤーなどが有効です。試しに以前描いたイラストに情報量を加えてみましょう。街を見下ろしたような写真を用意いたしました。この写真を追加レイヤーで適切な位置に配置します。さらにもう一つ複製します。写真の色が鮮やかすぎるので、彩度を低く調整しました。その後に消しゴムを使って形を整えてあげましょう。そうすることで写真とイラストをなじませることができます。それではアイデアについて見ていきましょう。写真素材を使うことによってイラスト内に新しい道を見つけることができます。こちらのイラストは絵を描き始めて1年後のイラストです。当時の私にしてはうまく見えますが、これは絵がうまいというよりは写真の使い方がうまかったです。両脇の建物は教会の写真を反転した後、加筆して作っています。教会の写真をそのまま使わずに、あえて別のものとして使うことで別の何かが生まれます。ということで、早速実践してみましょう。教会の写真を用意いたしました。これを変形させて別の何かを作るためのアイデアにしましょう。複製して反対側にも設置します。ここでは比較レイヤーというものを使用してみます。下のレイヤーと比較して明度が高い、もしくは低い部分だけを表示する特殊なレイヤーです。予期せぬ形が現れたりするので、新しいアイデアにつながりやすいです。端をつなげたらグラデーションマップやトーンカーブを駆使して色味を調節します。これだけでも新しい世界観が生まれてきましたね。さらに空気感や人物を作ります。そこに光を置いて人物を目立たせてあげましょう。このように写真と技術を有効に使うと、たった数分でそれっぽい絵を作ることができます。写真素材の便利さは伝わりましたでしょうか？ただ私は毎回写真素材を使うわけではありません。写真を使わずに自分の腕のみで描くイラストはやはり愛着が持てますよね。
写真を使うことはあくまで表現方法の一つということです。そんな写真を使う際に注意点があります。それは権利関係です。ネット上の写真は必ずしも著作権フリーなわけではありません。依頼を受けたイラストで著作権を無視して写真を使うと大きな問題になりますね。ちなみに本動画で使用した写真はすべて Envato Elements というロイヤリティフリーのサイトから使用させていただいています。つまり使用料を支払って写真を使わせていただいているということです。でも一番安心できる写真素材はやはり自分で撮影した写真ですね。以上を踏まえて実際に写真素材を活用しているところを見てみましょう。動画は私の生配信からです。まずはこちらのイラストからです。ちなみにこちらのイラストを含め私の Pixiv ファンボックスではイラストのメイキング動画と PSD を公開しております。私は基本的に背景から色を塗っていくことが多いんですが、はじめに写真素材を使うことで背景のアイデアを得ています。ここでは比較レイヤーを使っていますね。写真を配置した後は色味を調節して完了です。この後も同じ写真を使い回します。使い回しても違和感なく見れるような工夫が必要になります。まずは配置する前にどのレイヤーを使うか決めましょう。いろいろ試して自分の気に入ったものを探します。この時は街の明かりが欲しかったので追い焼きレイヤーを使用しました。鮮やかな光を作るのに適したレイヤーです。そして写真を変形して配置します。ここで一工夫です。写真を逆さまに配置します。あえて見慣れない形に作り変えることで非日常的な世界観を生み出しやすくなると思います。こういう場合でもパースに沿って変形しましょう。その後は消しゴムを使って必要のない部分を消していきます。背景が出来上がると手前の人物の色が決めやすくなります。まずは背景よりも暗い色で人物を塗ってあげます。そうすることで空気遠近法により距離感を作りやすいです。赤い光を人物に乗せると一気に絵の方向性が明確になりました。この人物にも写真素材を使ってみようと思います。カメラの写真を用意いたしました。クリッピングマスクを使って人物の上に配置します。これを変形して人物の頭部に重ねます。比較レイヤーを使って頭部にカメラの形を描写します。また比較レイヤーを使う際は明度を調整すると描写範囲を変えることができるということを忘れないでください。形を整えたらカメラのレンズの部分を光らせます。まずは楕円を作ってレンズに重ねます。加算レイヤーを使うことで強力な光を表現できます。さらに楕円を複製して一方をぼかすことでより光っている感じを作ることができました。最後に光を反射する空気中の塵を描きます。一気に SF っぽい雰囲気が出来上がりましたね。ちなみにこの時配信中のコメント欄も盛り上がってました。こんな感じでやっておこうかなーって。素晴らしい。ということで実際のお絵描き配信で写真素材をどんな風に使ったかっていうのを見ていただきました。せっかくなのでもう一枚見てみましょう。こちらのイラストです。炎とタバコの煙の作り方を見てみましょう。このような背景が暗い炎の写真は大焼きレイヤーやスクリーンレイヤーなどで使用します。そうすると綺麗に炎だけを浮かび上げることができます。いつものように炎を変形させましょう。できるだけ面白い形になるように試行錯誤します。配置ができたら炎を複製して同様のことをします。ただ、そのまま同じ形で配置すると違和感が生まれてしまいます。ここでの注意点は一定のリズムを作らないことです。左右で大きい炎と小さい炎を作ってあげましょう。
続いてはタバコの煙です。先ほどとやることは特に変わりません。大焼きレイヤーやスクリーンレイヤーを使います。炎の時は変形させるだけでしたが、今回は変形した後、ぼかしツールを使ったり消しゴムを使って形を整えました。煙に関しては、リアリティよりもかっこよさを重視して形を作ります。また、口からも煙を出した方がかっこよく見えると思ったので、さらに煙を追加します。炎と煙を追加するだけで見栄えが大きく変わりました。そしてこの後、人物と背景の間に光を追加します。そうすることで、より人物のシルエットが浮き出て見えました。背景のコントラストが小さくなり遠近感も生まれます。人物の髪の毛に炎を乗せます。これは最初の想定にはなく試行錯誤で生まれたアイデアです。小さなアイデア一つで人物への注目度がとても高まりました。最後の写真加工です。髪の毛に炎が乗ったことでイラストの重心が移動しました。なのでバランスを取ることを目的に反対側にも炎を追加します。人物より手前に配置し、ぼかすことで距離感を演出してみました。という感じでイラストは完成です。写真素材使ってみたくなりましたでしょうか？難しくてどう手をつけたらいいかわからないっていう人はまずは空の画像から挑戦してみることをお勧めします。例えばこれらのイラストは空の写真の一部を使っています。簡単ですので気になったらぜひ試してみてください。またもうすぐ公開のコロソの新しい講座も参考になると思います。それではご視聴ありがとうございました。